今日は金目の煮付けに挑戦しました。いい感じに焼けてますね。昨日からずっと雨。じゃんじゃじゃーん。今日は金目の煮付けに挑戦しました。よいしょ。金目です。お頭付き。それとイカ焼き。いつもの青いやつ。今日はですね、猫こたつ、炭のこたつでですね、まだちょっと外明るいんですけど、晩酌を始めようかと思います。はい。何はともあれですね。よっほー。美味しい。いいですな。この金目とイカはですね、前にも紹介したことあるんですけど、千葉の釣り、千葉に住んでる釣り好きの友人がですね、送ってくださったもので、これの他にアジの開きですとか、金目の開きですとか、タチウオですとか、いっぱい送ってくださって、おかげさまで最近は贅沢な食生活をしております。その中でもですね、お頭付きの金目を送ってくださったんで、煮付けなんてほとんどやらないんですけど、今回挑戦させていただきました。とりあえず食べてみましょう。普段やってないんでね、YouTube で4、5本金目の煮付けの動画を見て、で、作りました。ではでは、いただきます。美味しい。ちゃんと YouTube 見てよかった。いいですな。それとイカは、その釣り好きの友人がですね、何かって言ったかな、ちょっと忘れちゃったな。醤油とかでつけて焼いた方が美味しいみたいなこと言ってたんで、砂糖醤油でちょっとつけて、七輪で炙ろうと思います。ゲソとね。完璧メニューですね。この青いのはですね、春に咲いた菜の花とか小松菜とかのこぼれた種が、芽出しまして、今こんぐらいになってるので、それを摘んで、湯がいて、ちょっと添えました。はい。おひたしですね、これはね。タレと合う。美味しい。これが猫こたつです。ダメか。中に火鉢が入っていて、ちょっと今も火ついてるんですけど、熱いぐらいです。で、横はアルミホイールで、
塞いで、まあ私一人なんでね、自分のとこだけ熱が来るようにこんな風にしてます。で、この猫こたつに、こたつですね。これをかぶせて、こたつ布団をかぶして使います。去年まではこの小さなこたつの櫓を使ってました。中に入れる、ね、猫こたつは同じので、櫓だけこのちっちゃいのを使ってました。こんなサイズ感ですね。今日はですね、映る11月の10日の夕方の4時です。気温が 8.7 度。まあ、こたつのおかげで全然暖かいですけどね。いいか。いい感じに焼けてますね。ちょっと火が強すぎるかもしれないけど。よいしょ。イカ焼き。おいしそう。ではでは、イカ焼きをいただきます。うん。まあ、イカは何やっても美味しいですね。美味しい。もう日本酒1合入ってます。熱燗の準備を。熱い。いやー、もう立冬が過ぎて、まあ一応暦の上では冬っていうことでね、土曜日だったか、金曜日今日水曜日今日水曜日、木金、あさってだかしあさってが、まあ予報ですけど、初めてマイナス1度の予報が出ました。まあ本当に本格的な冬に入りつつありますよね。おかげで日本酒が美味しいです。家の裏側、紅葉。どうかしら。もうちょっと、あと10秒ぐらい。今日はですね、これで、まあ急須なんですけど、一人用の。これに熱燗を入れて飲もうと思います。よいしょ。
ん。では、熱燗と金目鯛。いいですね。贅沢ですね。冬の熱燗。ヤッホー。いいですね。そして金目。うん。美味しい。金目の煮付けが、お魚の煮付けがそもそもめったにやらないんで、先ほども言ったようにYouTube で何本か見させてもらって、で、最終的にですね、チャンネル登録もしてるんですけど、まかないチャレンジだったかな。っていう番組が、チャンネルがあって、そこのレシピっていうか作り方を採用させてもらったんですけど、醤油と酒とみりんと砂糖で、水とか出汁は使わないんですよ。で、一応その動画を見てる範囲では、アク取りとかもしてなくてですね、で、これでビチッと味が決まるみたいな、そういう動画だったんですけど、これが一番簡単だということもあって、あと普段から見てるチャンネルでもあるんで、他のレシピをね、試したこともあったんで、信頼感があるっていうことで、それのレシピを採用させてもらったんですけど、うまいですね。簡単だし。最初水を入れないんでしょっぱくなるんじゃないのかなとかってちょっと思ったんですけど、そんなこともなく。で、もちろん、お湯かけてなんかやるのありますよね、最初に。あれももちろんやったんですけど、アクは取ってないんで、すいません。それでも全然臭みとかなんもなく、いいですね。うん。そう、まかないチャレンジとか、なんとか、ちょっとそれとは全然関係なしに、この金目、千葉県の釣り好きの友人が送ってくれたっていうお話、先ほどさせてもらったんですが、この金目ですね、もう内臓とエラはすでに取れてるし、鱗まで取って、要は下処理全部終わらせた状態でですね、送ってくださって、なんていい人なんですかね。だから本当にもう楽ちんですわ。お頭付きにもかかわらず、お頭付きなのにもかかわらず、楽に調理ができて、こんなに贅沢な気分になれて、いやー、嬉しいですね。ありがとうございます。うん。美味しい。このレシピなら私でもちょこちょこ煮魚ができそうですね。この場の頃は全然見向きもしなかったカレイの煮付けとかですね、ああいうさっぱり系の魚が最近はやっぱりすごく美味しくて、年のせいなんですかね。あのー自分では煮付けやんなかったんでカレイとか買ってなかったんですけど、ちょっとこれを機に挑戦してみようかななんて思っております。うん。これね、真っ黒、水もお出汁も入ってないんで、醤油 100cc、みりん 100cc、日本酒 100cc、あと砂糖が入ってるんですけど、そんなんで色こんな真っ黒ですけどね、で15分ぐらい炊いたんですよ。全然しょっぱくないっていうか、いい味、本当に、おーっていう感じですね。これがお店で出ても
なんとも普通に美味しく食べれると思います。うん。こたつの中に時計、温度計がついてるんで、ちょっと時計入れてみましょうかね。ここら辺に時計を入れました。おかわり作ってこようかな。熱燗のおかわり。よいしょ。中は1合ですね、入れてるの。今も入ってるのも1合。だから2合目。時計、温度計。まだ 13.5 にしかならないな。もっと全然あったかいですけどね。このお頭はどうしたらいいですかね。明日の味噌汁にでも入れればいいかな。これ。皆さんどうしてますかね。味噌汁に入れるか。もう一個イカを焼きます。いいですな。ではでは熱々の熱燗を。よっいいですな。だらだらと酔っ払いました。